エジプトセウ、その色を聞いた時、あなたの心に浮かぶのは何でしょうか。数千年の歴史をきゃだむピラミッド、カーキンに積まれたファラオたち、灼熱の太陽の下に広がる果てしない砂漠、きっとそうかもしれません。しかしエジプトにはそれ以上のものがあるのです。多くの人が見たことのないもの、ピラミッドの干潟に隠された何か、そのエジプトをあなたは今から知ることになるのです。本には載ってない何か、写真にも解説にも映し出されていない何か、地表の奥でまだいつエジプト、セスキドール誰にパラキ、教示のさなきゅうにそきづくもの。大衆はあなたはただのドキュメンタリーを見るのではありません。声なる大地をぐる微乳のテュラに出るのです。それは岩の流れだけでなく、創造主の手によって形作られた土地。ここでは一つ一つの木が芽を刻め、吹く風が永遠のささやきを運んでいます。海の奥に隠されたサンゴ礁から、白い砂漠がくすんだ自然の彫刻まで、ナイルの古代のムルラルから忘れ取られたルクソルーの美言まで、あなたはほとんど誰も見たことのない光景を目にし、誰も想像すらしなかったものを発見するのです。聖なる神殿を越え、ささやく鐘を代わり、秘密のオアシスを歩く準備をしてください。そして全てを未熟したと思ったその瞬間、新たな敬意があなたの目の前に図鑑をキャンすのです。これがピラミッドを越えたエジプト。世界最古のフラの下に秘められた秘密をなく国。あなたは今ほとんど知られていない最も届くべき時の目的地を発見しようとしています。そこにはこの神聖な大地の真の神主がぬかづいているのです。歴を続ける前に、ぜひこのチャンネルは私たちの活動に登録してください。そうすればこのような壮大なドキュメンタリーを 4K 影響で、そして語り継ぐべき物語として受け取り続けられます。さあ深く敵を上がってください。なぜなら私たちの最初の目的地はとも驚くべき場所の一つだからです。黄金の差に巻かれ、透明な海と死を越えて浮かぶようなどうにな、海が隠された秘密を明かし、沈黙がキルの色をまびる場所。しかし、なぜこの場所はこれほど特別なのでしょうか。世界中から巨人たちを突きつける理由とは、それをあなたは今から知ることになるのです。フルガーダ・ティオカヘの門。砂漠の男と榊広がりの先の斜面に、ウレベに問い合わされた奇跡のような町が静かに住んでいます。フルガダは偶然に描かれたのではありません。それは創造主がサンゴの色、黄金の田、そして虐待のガラスのように輝くニズで彫刻したのです。何十年もの間この隠れ敷は気づかれぬまま眠っていました。しかし今現代エジプトでとても憧れられる地の人として目覚めています。けれどそれは単なる観光ではありません。
それはつながり、自然との、海の本質との、そして次元を超える海との。暴弁は黄金のベールのように広がり、ヤシの幹に弦取られ、瞑想する者の虚無けさに包まれています。ここでは死が緩やかに流れます。鼓動も緩やかに。まるで悲しが久しぶりに深く敬を伝うかのように。しかしフルガーダが最大の秘密を明かすのは海の中、沈黙の世界、素材の世界、生きたサンゴの草原、海の豚舎たち、そして水面下でまだ打つ宇宙。ギフト運主導は地平線に浮かんでいるかのように見えます。人が住まぬ小さな楽園、白い分のようなサハカだと溶けた水上のように飛んだ水。そこに足を踏み入れた瞬間、この時のものではない場所にいると感じずにはいられません。マフミヤ洞はイドロケサへの招待。川は静かに到着し、訪れる人々は暁で砂を歩きます。平和、美しさ、沈黙を求めて。ここで味わえる海は自由の味。そして空には永遠の香りが漂います。ウルガダ・マリナは赤蓮とエジプトの精神が出会う場所。近代的なヨットが伝統的なクエンと並んで乗波しています。店やカフェ、夜の街には世界中の言葉で浦い声が向きます。しかしキャオを一つ流れば聞こえるのは空の糸だけ。ほとんど知られていませんが、フルガーダの海岸は地球最大級のサンゴ礁地帯の一つを守っています。そこにはカキロにわたり広がる海の命、育ぎを超えるサンゴや珍しい生き物たち、ライオンフィッシュや威厳あるハンマーヘッドシャックまで。ここでのダイビングはまるで別の火星をたがうよう。脳は消え取り、光がハウの間で踊り、時間は一の美しさにひざまずくのです。たとえ参らなくても、フルガダは分野かな海に沈む西洋を見せてくれます。黄金の反射が海に溶けるように消えていく光景、それは生きた会話、天の手火によって描かれた一枚。けれどフルガダは美しさだけではありません。それは体験、それは音楽、潮風の香りとアンズとミントの味、バチが肩よりさんに認識するような場所なのです。だからこそ多くの人が戻ってくるのでしょう。あるいは本当は決して取らないのかもしれません。フルガーダは見えない会員を残します。見たものに、感じたものに、そして目と心で腐ることを許したものに。そしてこれはまだ始まりに過ぎません。今度は紅海の岸辺にある都市を発見します。そこではゾイと自然が出会い、信仰が砂漠の空の下で夜の光とともに学うのです。シャルムエルシェイク、紅海のほとりに広がる楽園。砂漠が海に触れ、草が誰に許しを狩るかのように眼極する場所を想像してください。その場所は存在します。その命はシャルムエルシェイク、水作が古代の土に眠る聖語。
女性しもの間、この地は巡理者たちの通り道でした。今ではルージュたちの嫌いの地。しかしそのエネルギーは今も変わらず強く静かに親密的に生き続けています。障害は敬意をもってその防変に口づけをします。ナーマバンは緩やかに鼓動する心臓。川は風に揺られ踊り、陽子の幹は虫暮れを称賛する。砂は金粉のように吹きます。そして太陽が沈むとき、シャルムは目覚めます。双方工場には温、香り、そして巨岩が満ち溢れ、ガイル・ボン水は虐待のバレエをモデル。そして実はただ見守るだけ。けれど光と積蓮を超えて止めつかずの自然の制御が存在します。ラスもハメットコックリ公園、砂漠の秘密を守り、海の奇跡を抱く保護局。ここでは顔の造形が注力に眺み、顔と世界画の光景はクジが物語を語る展望台へと導きます。そしてその心眼には色とりどりのサンゴ礁が夢から生まれたような生き物を抱いている。ウミガメは優雅に放り、マンタは拡散する光の下でグッバイ。ライオンフィッシュ、ウツボ、バラクダ。その生物多様性は豊かで、まるで創造主の生きたギャラリー。そして一度の全水は一との再会。しかし見せる必要はありません。ただ安便を歩くだけでよい。原剣を抜ける風の音を聞き、羽に顔の香りを感じ、そして理解するのです。ここには聖なるものがあると。人々はゆっくりと歩き、精進たちはハイビスカス茶を優しく差し出す。子供たちは秘書と横のギャを駆け燃やり、モスクは祈りをささやきながら日が暮れる。ここは生きたしない。今に息づく。その対比は深い。一方には現代の歌劇、もう一方には死の鎮。シャルムエル・シェイクは過去と現在が知らうことなく、静かに怖い会う場所。夜になるとスラは変貌する。シェナムはアイラネを突き刺し、ほとんど神聖なほどに歩く。そのいくつかはかつて預言者を導いた衆かもしれない。そう思うと新種類が走る。だからこそシャルムは観光客だけでなく探求者を突きつける。弓子を求める人々、意味を求める人々、そして時にはその両方を一つの呼吸の中で見出す。リゾットでは東洋の味と西洋のシーレンが溶け合う歴史で味付けされた料理、伝統に暗された歌詞。外弁のディナーには音楽が流れ、忘れられぬ衣装を生きているという確信。そしてとも驚くべきことは、すべてが地球で
とも神秘的な海の一つのほとりで隠しづいている。そこは海洋生命だけでなく、聖書の歴史においてとも衝撃的な出来事をタクペム。私たちは今、同じ航海を前にしています。聖書によれば誰が茶けた場所、モーセが人々を自由へと導いた場所、奇跡が論理を超えた場所、そして信仰が不可能に抱くんだ場所。あなたは考えたことがありますか？このディズニー今も莫大打つエネルギーを、腸と魂を動かす見えざる霊を、それは単に危機を焼く顔ではなく、この海にうりょるこうなる記憶なのかもしれません。さあ、さらに深く住む時です。もっと深く。なぜなら私たちは海にむざるだけではないから、歴史へ、信仰へ、科学へ、そしてこの海が見届けた最大の渡りへ。郊外の信玄、海洋生命と聖書の悟り。風景にとどまるだけの海もあります。しかし郊外はそれを超える。それは世界を隔てる線。自然と永遠なるものの剣。見えるものと永遠なるものの剣。静かな睡眠の下には地球でとても壮大な生態系の一つが隠されています。以前虫を超える無脊椎動物、未白虫以上のサンゴ、30種類のサメ、そして銀河に守られた秘密。ここに出ることは地球を離れること。生きたたちを互い一つ一つの命が無意の音楽に合わせて学う。それは生命の建築を募集すること。完璧で理解を超え神聖なるもの。ミノカサゴは徳を秘めた優雅さで領域を巡回し、ウミガメは飛ぶように離り、サンゴは地上では見られぬ色で呼吸する。一部ごとに自然は巣を変え、驚きを与える。だが郊外は生物学だけではない。それは記憶でもある。ここで聖書の伝承によれば、ダズは逃げやく海の前で避けた。神が不可能の表面に奇跡を書き記したのです。その光景を想像してください。追い詰められた民、叫び声が解く距離に張る君、そして海が二つに割れる。かつては神下しかなかった場所に水が現れる。信仰が2となる。そのたりは単なる肉体の移動ではありません。それは解放の象徴、勇気の象、そして目に見えぬものへの絶対の信頼。死に人は理解せずともつがまねばならない。科学者はその出来事と説明しようとくみる。人為学者は単相を探し、考古者は希望を掘り起こす。だが全ての物語が公式に収まるわけではない。監視を惑わせるために語られるのです。今日この海に犬が宿っていても、かつては救いの舞台でした。そしてここに浮かぶとき、誰もが思うのです。まだ大軍を動かすほどの信仰は残っているのか？だからこそ郊外は多くの人の心を打つ。それは無関すべてに語りかける。
視覚に心母のこもる音に、そして気筋を駆け上がる説明できぬ感覚に、人が見つめるとき、目が語られる。科学はデータを示す。信仰は意味を示す。そしてここを訪れるダイバーは影響以上のものを持ち帰る。メトイを、そして語源を。なぜなら時に海の地の沈黙はどんな経典よりも急変だから。まるで創造主がまだここで囁いているかのよう。一つ一つの葉に、一つ一つの埴に、音の不在の中に。そして太陽がリスを軽くとき、黄金の光が砂の地を祝福のように照らす。そこには光があるというマクロ、目が届かぬ場所にも、手が尽きたと思える場所にも。法外は同時に信玄であり、スケショでもある。肉体のトゥガリの証人であり、同時に象徴的なトゥガリの証人。うたいという努力状態を離れ、見えざる者への信頼へと生み出す呼びかけ。しかし私の旅はここで終わらない。なぜなら海が砂漠に道を譲る場所があるから。誰が途切れ、沈黙が絶対となる場所。生命な境に見えても、そこには純粋な海がある。これから向かうのは深みではなく、傘のある場所。動きではなく、芯がある場所。死が風をうごらしたかのように澄み、すげからの句で桃だりを語る場所。弦を後にして、無呼吸をしてください。次に現れる景色は魚体ではない。それは個体、白、超現実、義と創造の目ねざる手に奏で作られたもの。私たちは今、芸術家によって作られたのではない自然の彫刻を拒もうとしています。威風とさ、そして自史学的な忍耐がかつんだ造形。エジプトが無とも静かで、そして圧倒的な空を鍵す。クノペック賞であなたはヒク様を目にするでしょう。あまりにも過去で、あまりにも超現実的で、この時のものとは思えない場所。しかしそこで明かされるのです。空如の中にさえ意味があることを。原さも自然の聴覚。経済、それはありふれた白けさではない。空気に重くのしかかり、身を満たし、思考を締める経済。それが白砂松の迎え方。ここでは風景はささやかない。それは心を揺さぶる。大地はすべて白く、古い木の街灯に払われているように見える。だがここに冷たさはない。あるのは切りたくような数さ、甘いたくん。そして止まったかのような忘れられた時間。マカオの造形はあなたが見たことのない子、死のキノコ紳士されたほか、動物や集合者を思わせる子、あるいは存在しなかった民族の記念牌。だがそこには残されたメッセージがあるのかもしれない。
これらの彫刻は人の手で作られたものではない。それは何千年もの空と砂が刻んだもの。一つ一つの巨線、一つ一つの亀裂は創造主が書いた誰にも真似できぬ署名。力学的に白様は直と世界観でできている。真摯には強いが死を拝むほどには強い。野外に広がる美術館、太陽で色を変え、パジで弧を変える作品群。まるで一の火星を歩いているかのよう、一部ごとに彫刻、砂丘ごとに驚き、しぐれの光は白を黄金に変え、やがて全てを払う冷たい頃のベールとなる。世界でも武士に見る平和と木々が同時に薄れる場所。あなたは小ささを感じながらも同時により大いなるものの一部であると感じる。まるで神の心の中にいるように、あるいは創造の境界に。ここを訪れる者は価値の下で余裕する。そして白様の世蔵は握らない。黒いベルに沈黙のダイヤモンドが散りばめられ、天の川が手平線を光の上級のように横切る。巻具を頼めば、景水は祈りとなる。顔は踊り、自然はほいろい。そして事件は、ただ消えとる。端子が休むべき場所にたどり着いたかのよう。ここにはインターネットも電波もシャオリもない。あるのはハリー、ギョナジア。そして世界が眠る時に砂が歌う声。それは本質への帰還。門の法要、それが全てを満たす。だが広大な中にも生命は息づく。砂漠のガゼル、キツネ、小さな月次類が不毛に修行して生きる。それぞれが多く危機、そしてナトだ。経済の中にさえ生存はある。この地に暮らすベドウィンにとって、ここは単なる砂漠ではない。それは家、それは一産。それは声なる霊土であり、伝説に守られ、時代に疎ばれてきた場所。そして耳を騙せば、砂が語る物語を聞ける。バサマツには星の力があるという人もいる。安ではなく時間で、空間で、沈黙で。ここでは空虚にすら意味が降り、見えざる者が真理を持つ。ここはディズニーでも歯向く場所ではない。次では聞けない声を聞こうとする者の敵。答えではなく存在を探す者の敵。歌いさえ休む場所。タタムシがただ見守る場所。だからこそ今私たちは砂漠を後にする。そして砂が誰に出這う場所へ向かう。伝統が取材と踊り、川のほとりが古代の秘密を隠す場所へ。次なる目的地は男の奉仕。義の流れが遅くなり、鐘が静かに光り、のしのにが記憶のように浮かぶ場所。さあ、郊外の木です。明日はのがの星。エジプトのおなこに死が緩やかに歩み、ナイル川が太陽に合わせて色を変える時がある。
そこには白けさそのもので形作られたようなピーがある。アスワン、パプシが呼吸し、カナノドが沈黙を探る場所。ここには次がない。睡眠を滑る藩、静かに浮かぶトゥドスアス、横のキャをかける子供たち。そのトゥは好奇心に満ち、砂漠の風に焼かれたシーが火薬。アスワンの光は特別。より柔らかく、より抗菌に満ちて、まるで蔵そのものがハワに触れようとかぬき、その反力にナイルが前年の優しさで檻を下り出る。水面には伝統的なフェルツカが雪かくい、屋台のシーの上を照るように進む。遠くからは覚醒が向き、近くではゲアウユがあふれる。ここではエジプトは見せるのではなく、図からをかがす。エレファンティーネ道は火のように川の中央に横たわる。夜やピンクに探られたヌービアのムヌレが訪れる者をハイビスカス茶で迎え、目の招きと共に語られるものかり、エジプトならではのおもてなしで包み込む。すぐ近くにはアスワン植物園。砂漠の黄金に迎えるテュキの楽園。そびえるヤシの芽、湯気を作る象形。鳥たちは知性の歴史を語るように歌う。トゥネツの中のひとときの涼風。そしてこの聖なる地の中心には、エジプトでも種子の壮大な神殿が立つフィラエ神殿。ユルガイシスに捧げられたこの場所は、種やヘログリフ以上のものを表す。それは信仰。鳥に好かれた神殿は水晶に浮かんでいるかのよう。伝説にたごまれ、信仰に賜えられ、前年の教義で守られてきた。しめさえもひざまずく聖具。その回廊を歩くことは二つの世界を対すること。神が死による世界、そして踊れる者の目が乱す世界。答えではなく異教の都市を。アスワンは壮大な記念碑を必要としない。その最大の記念碑は経済そのもの。祈るように息づく街のリズム。一方人を優しく迎え入れ、本質とは正確に語られるものではないと教える。牛暮れには色が変わる。王金はトゥに、フラはキャンバスに、そして川は王権を映すせいに、トゥズの記憶からも枯れぬ日々の奇跡。夜が訪れると理解できる。アスワンはただの街ではない。それは心の状態、死を緩め、魂がようやく深く精をつける制御。だから針を続けるとき、まだ今を生きていながら急に小中を覚えるかもしれない。それがアスワンの力。ゆっくりと心に触れ、永遠に刻む。ここまでもやかな誰を律してきた私たち。だがこれからは覚悟してください。いよいよアフリカ最大の川をはがります。砂漠を切り裂いただけでなく、
文明を運んだ川、今もなおい名をつなぎ鼓動し続ける川。その流れを追い力を感じ、ナイルがただの川ではなくエジプトの歴史を食い合わせる見えざる美であることを知るのです。次の章では古代から受け継がれた囚人と共に住みます。砂漠に広がる陸の天を見つめ、なぜ最古の時代からずっとナイルが生命であり続けたのかを理解するのです。ナイル川、エジプトの鼓動する大動脈。大陸よぎる川は数あれど、ナイルは文明を類い合わせる。ルカマキロを超えるその流れは、重要アフリカに生まれ、砂漠もオアシスも都市も越え、地域としてしがれる。ここエジプトで、ナイルは単なる金ではない。それは量、それは信仰、それは財。国の魂が流れる邪魔であり、ファラオの時代からずっと命を込んできた。その岸辺には天が夜古き、横のめき、色厳やかな村、ラカスイの子供たちの荒い声が広がる。女性は焼きを洗い、の子たちは船の棒で息を切る。そして命は、川だけが知るリズムで流れる。ナイルをかばることは指示をゆがること。白い版を掲げたフェルツカが、静かな睡眠を幽霊のように切り裂く。仮面の一つのしがり鏡ごとに新たな光景、新たな物語、新たな記憶。うてもきつい日でさえ、ナイルの風は地ひすかく吹く、運ぶものを知っているかのように、その役割を理解しているかのように、命を据え夢を守る役割を。そのアーベンで生まれたのは神殿であり帝国であり革命であった。ナイルは栄光と美楽を見届けた。神々が極まれ、バーが大観したのを見た。そして今もなお美言をもって流れ続けている。蒸しぶれになると川は茶尾に変わる。運が水面に横たわり、黒は大地に触れる。その瞬間、すべてが静まる。そして世界は川と共に呼吸する。ナイルを見つめ続ける者はやがて理解する。語られぬ秘密を。それは感じ取るもの、その反射に、そのリズムに、言葉を超える沈黙に。その岸辺には観光案内にはミュランヌエジプトがある。ニューオギスキー、移り入れ、ウダイ、信じるエジプト。すぐためではなく、意味のために生きる人々。そこではすべての実相に重みがあり、すべての自然に記憶がゆがる。オルペンの村は土と色と信仰でできている。スロフェンの花店は風と共に踊り、長老たちは地域のトゥーでカナと並んで流れる物語を語る。自社一人の子供が水辺に立つ。遊ぶのではない。見つめるのだ。そこを流れているのは水以上のものだと
直感で知っているかのように、そこには民の本質が流れている。そして遠くに現れるのはデュエの巨匠が犯人のように立ち上がる。そこで理解する。歯が私たちを運んでいることを、書物ではなく大地に刻まれた歴史へと。私たちはルクソルに到着する。神ミディと語り、神と学んで神殿を築いた文明の摇篮。千年を超えてもなお、スフィンクスの通を通して私たちを見つめる。だがその猛なる異臭に足を踏み入れる前に振り返ってほしい。カネオスによ。ここまで運んできたのはナイル。そしてこの線に明かされるものすべては、その存在ゆえに可能なのです。次の章では、スフィンクスに守られた大通りを歩き、神ミニが今も引く神殿を探り、ルクソルが単なる目的地ではなく、永遠に下げられた時の正義であることを知るのです。ルクソルティってイエワイボウガン。世界にこれほどまで過去をセルリ、しかも生き続けている都市はほとんどない。ルクソルは地図上の一点ではない。それは死を閉じ込めたカプセル。開かれた基壇であり、死や菊章の間で歴史が囁く場所。ここで神殿は秘書ではない。それは証人。自らを神身の延長とみなした民の証人。永遠を主に噛み、ヘログリフに噛み、サーにまで噛んだ。ルクソル神殿は死に書かれた時のようにそびえる天に解く主。見つめ返すような光。すべてが神聖に近い対称性を持ち、すべてが目に見えぬものに下げられている。ルクソルのプシグレは霊的な体験。キデラが古代の時を包み、価値を冒険に変える。まるで神飯が再び住まいに立ったかのように。クスのガだけ。だがルクソルを本当に真相へとつなぐのはスフィンクス残道。3キロに及ぶ声なる田。数泊の潮が死を見守るかのように並ぶ。そこを歩くことは次元を超えること。その残道の終わりにはカルナック神殿がある。古代世界最大の宗教フガー体。巨大な種の森、千年を超えて残された微分、ティモンもなお健在。そこでは一つの蛇ごとにモムノ川が語られる。オベリスクは天をなさし、人に思い出させるかのように、ズカラのベントユキシ剣をカルナックは見てられたのではない。それは陸された。ルクソルーハハ州、物質と良性を結ぶ州、サチンと聖なるものを結ぶ州。ここを歩けば必ず感じる目に見える以上のものを、次元を超える何かを。
考古学者は過去を掘り、観光家は写真を撮る。だが沈黙の中で歩く者だけが理解する。ルクソルは見るものではない、感じるものだ。そしてそれこそが特別な理由。ルクソルは乗算を求めない。それは敬儀を要求する。そこでは砂の逆歴ごとに歴史が種がり、キュラの一つ一つに永遠の痕跡がある。満月の夜には神殿が呼吸しているかのよう。主は長い盾を投げかけ、沈黙はあまりにも深くなり、祈りの残照を今も空気に運ぶ。しかしルクソルは生きてもいる。神殿を出れば地は鼓動する。市場、取材、小診療、ナイルに浮かぶ葉はジャスミンの香りの死後。永遠と現在が始まるエジプト。路地を歩けばわかる。この町は字だけでできているのではない。信仰でできている。記憶でできている。抵抗でできている。地に消えぬものすべてで。ピラミッドが力を象徴するなら、ルクソルは存在を象徴する。先人たちの存在、今も生きる者たちの存在、そしておそらくより大いなる存在、目には見えぬが永遠なるもの。そして今、死に噛まれた制御を後にして、現在にまだ打つ古代を求めに行く。伝統が混沌と共に踊る都市へ。過去が失注を歩く街へ。次なる目的地はエジプトの都市の心臓。ミナレットが天を突き、バザルが小診療やブート聖で物語を知る場所。無茶のして近代エジプトを発見せよ。そしてカイロを迎えよ。カイロ、古代と現代の交差点。カイロ、ナジュー島で最も埋格的な混沌、数百万の声がししずく道、クラクション、祈り、交差する物語、過去が気合え取らず、路地にも天空にも生き続ける大都市。未千万を超える人々が暮らすカイロは眠らぬ心臓のように鼓動する。だが試されてはいけない。交通と戦争の力には古代からの競争曲が流れる。永遠と感が踊る舞台。モスクは信仰の集合者のようにそびえ、ミナレットは天を視す祈りの死。ムハンマド・アリー。モスクは町を見下ろし、陰熟のドムと草原な存在感で地平線を支配している。しかしカイロは現代とも語る。ガラスの高層ビル、広い大通り、チェーンのカフェや LED スクリーン。それでも地の魂は市場にある、路地にある、キーブにはとる。カイロの中心に立つのはエジプト博物館。アビの聖堂、
イジチマ天を超える酒造品を誇り、ミイラ、宝石、長所、そしてタンカメンの伝説的な財宝を守る。人類の歴史を歩む滝そのもの。経済の回路を歩けば、前年を超えて無常の木の顔が並ぶ。今も見返すその塔、目を、理を、説明を読む何かを。だが本当の回路を感じるには、雨はなければならない。その最良の場所は、ハンエルハリリバザル。色、声、し、ぶ、微量の目光。そこでは年がゆっくりと流れる。凸を打つと、吊るされた上りに音が砕く。売り手はたしげに声をかけ、茶を差し出し、地切りをけだわし、そして何より価値あるキャカをくくる。路地ごとに物語があり、曲がり居ごとに孤独イスラムの残暑。回路は大通りでできていない。それは出会いでできている。感覚でできている。調和の中に共存する対比でできている。牛式の上にはサラデイン正妻がそびえる。十字の要塞であり、都市全体を抱く長盆を持つ。そこで実は止まり、あなたに不幸を許す。回路は元であり、愛であり、黄金、新築のモスクにいぞる教材。主暮れの旅情にしむく音楽。動き続ける世界の中で手にする一杯の熱い紅茶。迷い、そして見つけ直す正体。心動かされずにはいられない。現代の中にあっても、回路は祖先の魂を知らす。今日歩く粒の中には、かつて神殿を照らした宗明の光が今も映する。そして全てを見尽くしたと思った時、回路は最後の秘密を隠し持つ。隠されたものではなく、目の前にあるもの。だがあまりにも巨大で現実を超えて見える。都市の戦争を後にし、コンクリートと永遠の捨てゲメと生み出せ。次の章がmusicのはギザ・ヘイテン、不可能が地に刻まれた場所。129、048、0016、0048、0600、回路。古代と現代の交差点。ギザーのピラミッドチェツホン、ディエンの記念日。それらは地平線に現れる、まるで空の一部であるかのように、蜜の巨実、車のように揺るがず、血のようにはよめいているギザのピラミッド、地らを超え、理性をひざまずかせる記念牌。最大の空腹棒のピラミッドは高さ8メートル以上。230末を超える時のブロックが必要だった。それでも今日まで正確な方法は誰にもわからない。どうやって運び、どうやって組み合わせ、
どうやって不可能を成し遂げたのか。その隣にカフラとメンカウラが神聖な三角を完成させる。それぞれに個性があり、力があり、一の役割がある。目なのか、天文台なのか、それとも門なのか。自然部百年以上前に見てられたピラミッドは戦争を超え、乱を超え、そして死をも超えた。そして今もそこに何かを待つかのように、あるいは誰かを。その周囲を歩くことは観光以上。それは瞑想。目にさぬえぬものを問いかけること、死のコンテババを理解しようとすること、実際の沈黙を聞くこと、永遠の重みを感じること。この地球上に同じ衝撃を与える建造物はない。その大きさのせいではなく、その多子のせいで、ピラミッドは力だけで助かれたのではない。信仰で助かれた。人類が忘れてしまったかもしれない何かで疲れた。数学的に完璧な配置、字の精密な組み合わせ、天文学的に正確な方位。科学者は手をかしげ、主人は胸を開く。すべてを知ることはないだろう。それが目的かもしれない。彼らが記憶として残ること、死を超える力があることを示すために、人は天に届くことができると、両手を美形と共に掲げるとき、最しぐれし、ピラミッドは弧を変える。向かは永遠の間のように伸び、砂漠を抱きしめる。感情を抑えることはできない。そして必ず感謝があふれる。多くの人が説明をしみ、他の人はただ見つめる。大切なのは彼らがそこにあるということ。揺るがず、沈黙し、不極に、大地と天の契約として、そして全てを見尽くしたと思うとき、そのバウンラにさらに秘めいた存在があることに気づく。陸の守護者、順路の体にぼやかな顔を持つ者、お言葉なく死を見守る存在。次の章では世界最古にしてとも神秘的な巨大彫像の前に立つ大スフィンクス、顔に囲まれたピス。今もなお静かに存在し、世界に拝み続けている。The スフィンクス、死を見守る沈黙の守護者。彼女は語らない。かって一度も語らなかった。だがその存在は前年の時を超えても向く。沈黙の中でギザのスフィンクス、地に刻まれたサイコリのピュン、未だ答えのない。獣種の体と人間の顔を持ち、ピラミッドの前に永遠の犯人として横たわる。見つめる塔は
咲かない閉ざされた春は死が隠した秘密を守り続けるかのよう。ギザ高原の原盤から直接釣られたスフィンクスは高さ18メートル、長さ9メートルを超える。その巨大さは近々で見るとまるで生きているかのよう。だが誰が流行ったのか、なぜ、何を象徴するのか、その答えを確かにした者はいない。聖なる王国の遊具地を守っているという者もいれば、永遠を見つめているという者もいる。その起源がピラミッドよりも古いと信じる人もいる。忘れられた文明が砂に木焼け残した痕跡だと。我々がいつか忘れることを彼らは知っていたのだと。神事がどうであれ、スフィンクスはそこにある。手つかずのまま未言を戦え塩素に、その周りの砂のギリギリ力が消れぬ記憶の短編であるかのように。朝日が漏ると光はその顔に敬意を込めて触れる。その瞬間彼女は目覚めるように見える。ほんの一瞬目を開き朝び眠りにつく。古代エジプト人は彼女をホルエム明けと自閉戦のホールスと呼んだ。再生の象徴、異性の象徴、聖なる原子の象徴、神聖は常に見守っているという書。そしておそらく最も印象的なのはこれだ。スフィンクスは強要しない、求めない、ただ存在する。浜に、沈黙に、揺るぎなく。毎年何千人もの人々が彼女の前を通り過ぎる。だが本当に見る者は少ない。なぜなら彼女は地区だけでできているのではない。彼女は時間でできている。お目でできている。そしてどんな元よりもにゃぶく沈黙でできている。おそらく心の奥で彼女は待っているのだろう。誰かが理解することを、誰かが身を気受けることを心で。秘密の中には目に見えるものではなく他者にささやかれるものがあるから。そして彼女が見守る間、砂漠はゆっくりと動く。実は流れ、文明は変わる。だがスフィンクスは揺るがない。守ってるのはエジプトではなく永遠そのもの。この隠されたエジプトの隣の終わりに答えを持ち帰るのではない。新たなカニサシを持ち帰る。そしてそれこそがでも大きな報酬。だがその前にチャンネル私たちの活性に登録しましたか？私と共に旅を続けましょう。さらなる発見を、さらなる秘密の解放を、人を変える土地を。そして変容といえば次に見るのは天が地を抱いた声なる木。奇跡、出会い、永遠の物語。あなたはエジプトの隠された奇跡を見た。だが今、想像してください。奇跡の舞台に足を踏み入れることを、死が止まり、見学を記した場所に。口に待つのは類ではない。それは世界の見方を変える体験。
聖地のドキュメンタリーがあなたを待っている。今すぐ画面をクリックし、すべてが始まった場所をガラの目で見よ。共に旅を続け、世界の正義を発見せよ。それではまた次の T で保養を込めて。